続きましてクリアの説明をしたいと思います。こちらからオートクリアとシンナーのセットです。オートクリアの原液の2本セットです。スーパーグロスコートとピュアシンナーのセットです。こちらはスーパーフラットコート、そして光沢調整剤のセットです。スーパーフラットコート原液2本セット、こちらの説明をしていきたいと思います。オートクリアはこちらのクリア、これはラッカー系の光沢を出す溶剤です。少し硬いです。乾燥後は硬質、硬くなります。光沢度は高いです。もちろん原液でも塗装できます。エアブラシで塗装できます。ただ、もしデカールがあってデカールの段差を取るために厚く拭きたい場合は、最初からこの原液で拭かないでシンナーで原液が1、シンナーが 2.7、合計 3.7 になるように希釈して3回ほど薄拭きをしてください。デカールにこのクリアを染み込ませるという作業を行って、ですから塗装して5分ほど待って乾燥後また同じように希釈したオートクリアで塗装してください。で同じように3回続けます。約5分から10分乾燥させた後、こちらの原液にシンナーを、1に対して 0.1、0.3、0.5 ですからほぼ原液で塗装するとデカールの段差が取れるほど厚拭きができます。もちろんオートクリア原液でも塗装はできます。しかしシンナーを入れると揮発がより早く促進されます。シンナーというのは、どのメーカーもエアブラシの口径を出しやすくする、それから水っぽくというか希釈をさせるという作用はありますが、もう一つ乾燥、揮発をより早く、クリアに一緒に混ぜることによって促進させるという性能も持っています。ですからこちら原液で塗装してももちろん構わないのですが、シンナーをほんの少し入れることによって乾燥は早くなります。乾燥が早くなるとほこりがつく可能性も低くなります。そして次の作業になるべく時間がかからないで移れます。こちらのオートクリア、これは原液が2本入っています。こちらのセットでは足らない、もっと多く使いたいという方はこちらがいいと思います。ただ乾燥後、他社さんよりは硬くなります。透明度も高いです。ですからできればですが乾燥後にドリル、ピンバイスなどで穴を開けるとか、埋まってしまったからもうちょっと穴を広げたいとかいう作業は極力なくした方が安全です。なぜなら、塗膜、塗装の面がとても硬くなりますので、あまり厚く塗装するとクラックの原因になります。続いてこちらのスーパーグロスコート、こちらが光沢剤です。こちらはこちらと同じピュアシンナーです。こちらは原液で拭けなくはないのですが、
エキスというかものすごくドロッとしています。水飴状なので、まずこの状態でエアブラシにガンに入れて塗装することは不可能です。必ず希釈してください。そして、希釈することによって乾燥の促進にもなります。ではこのクリアとこのクリアは何がどう違うのかと言いますと、成分的なことは違うのですが、用途的にはこちらは少ない量でより光沢が出るように作られています。これが本体です。このような感じです。今少し開けてみますので、これは少し使っているので中手が出ませんが、こんなにドロッとしています。このような状態ではそのままエアブラシで塗装するというのはまず無理です。こんな感じですね。これは必ずシンナーで希釈してください。ちょっと言い方がおかしいですが、これとは成分が違いますが、クリアをより凝縮した、ごめんなさい、これとは違いますが、クリアをより凝縮したものと考えていただければいいと思います。なぜこれが必要かと言いますと、少ない塗装量でより光沢を出すためです。こちらは塗装回数によってどんどん光沢が出ますし、塗装面も厚くなります。もし、ロボットの模型みたいな形で関節を動かしたりとかすると、こちらを使うと、かなりクラックが入ります。もうこのような状態でピキ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 ひびが入ってしまいます。こちらのクリアですと非常に少ない塗装面、薄い塗装面で非常に輝きのある光沢ができます。これは稼働ができるロボットとかの模型に適しています。